想像してみてください。石レンガ造りの建物が、立ち並ぶ古い街並みを2階建ての赤いバスが、軽快に駆け抜けていく姿を。世界中からの旅行者が憧れるこの都市ロンドン。歴史と最先端の文化が混ざり合い、どの角を曲がっても物語が息づいています。数千年の歴史を持つ古城の厳かな雰囲気、そして現代アートの巨大な展示スペース、それらがすべてテムズ川沿いにドラマチックに展開されているのです。私たちは今回単なる観光スポットの紹介にとどまらず、この街の奥深い魅力、そしてロンドンに暮らす人々の息遣いを皆様にお届けしたいと考えています。王室の威厳偉大な芸術家たちの残した傑作、そして何よりも雨が降っても晴れても変わらないロンドンの活気に満ちたライフスタイルです。この動画を見終える頃には、きっとあなたもすぐにロンドンへ飛び立ちたいという抑えがたい衝動に駆られていることでしょう。壮麗な宮殿から無料で楽しめる世界最高峰の美術館まで、ロンドンは訪れるすべての人に無限の発見と感動を提供してくれるのです。さあ、世界中から人々を引きつけて、やまない魔法の都市ロンドンへの旅を始めましょう。歴史の重みと未来への鼓動が交差するこの場所で、あなたの心に残る最高の瞬間を見つけ出してください。ロンドンはイングランド南東部、雄大なテムズ川沿いに位置しています。この川は、ロンドンが約2000年前、ローマ帝国によってロンディニウムとして建設された時から、町の発展において不可欠な役割を果たしてきました。気候は温暖な海洋性気候ですが、旅行者は一年を通して予測不可能な天候に備える必要があります。夏は比較的穏やかで過ごしやすいですが、冬は寒く、特に霧や小雨が頻繁に降ることで知られています。有名な画家ターナーが描いたようなあの幻想的で湿気を帯びたロンドンの風景は、まさにこの気候が生み出した芸術と言えるでしょう。ですが、ロンドンが最も輝きを増すのは、気候が穏やかで公園の緑が鮮やかになる春の終わりから初夏、そして紅葉が美しい秋です。この時期は観光客も比較的落ち着きゆったりと街歩きを楽しめます。ロンドンの文化は伝統と革新の驚くべき融合です。2000年にわたる歴史の中で、ノルマン征服や大火災といった困難を乗り越え、グローバルな金融政治の中心地へと成長しました。この街の文化的アイデンティティを形成しているのは、他でもない多様性です。王室の伝統は、深くバッキンガム宮殿やウェストミンスター寺院といった場所で、その厳かさを肌で感じることができます。一方、ウェストエンドの劇場街や双方地区の活気あるナイトライフは、ロンドンの現代的で創造的な側面を表しています。特に注目すべきは、ロンドンの誇る無料の美術館・博物館文化です。大英博物館やナショナルギャラリーといった世界最高峰の施設が誰でも無料で楽しめるのです。これは文化的なアクセスを大切にするロンドンの精神を象徴しています。言語は当然ながら英語ですが、観光地では世界中の言語が飛び交っています。通貨はポンドスターリングを使用し、
決済においては、カードや非接触型決済が非常に普及しています。多くの場所で現金を使う機会はむしろ少ないかもしれません。そして、ロンドンの食文化において欠かせないのが伝統的なパブ文化です。ここではラウンド制という習慣があります。グループでいる場合一人が全員分の飲み物を注文し、順番に代金を払うというものです。この習慣を知っておくと、現地の人々との交流がよりスムーズになるでしょう。ロンドンを効率よく楽しむためには、最低でも4泊5日の日程を組むことをお勧めします。歴史的なウェストミンスター地区、テムズ川沿いの文化施設、そして東部のトレンディな地区まで、ロンドンはそれぞれのエリアに異なる顔を持っているからです。ロンドンの移動は地下鉄中部が中心となりますが、地上の赤い2階建てバスもぜひ利用してみてください。これは移動手段であると同時に最高の市内観光、アトラクションの一つなのです。2階席の最前列からの眺めは、まるで映画の主人公になったような気分にさせてくれます。これからロンドンで決して見逃せない主要な観光地を巡るようにご紹介していきます。この街の歴史と美しさを最も色濃く感じられる場所ばかりです。まず向かうのは、ロンドンの象徴ともいえる場所、ウェストミンスター寺院と国会議事堂、そしてその隣にそびえるエリザベスタワー、通称ビッグベンです。ウェストミンスター寺院は、イギリスの歴代国王の戴冠式やロイヤルウェディングが執り行われてきたイギリス王室の歴史そのものです。壮麗なゴシック様式の内部には、多くの君主や詩人科学者たちが静かに眠っています。寺院を訪れる際は、開館直後の早朝を狙いましょう。厳かで静謐な空間を混雑に邪魔されることなく、じっくりと味わうことができます。また内部の撮影は制限されていることが多いので、その目に焼き付けるつもりで訪れてください。そして隣接する国会議事堂とその時計台であるビッグベンは、イギリス民主主義の中心地です。ビッグベンは長らく大規模な修復工事を経てきましたが、その堂々たる姿は今もロンドンの精神的な柱としてそびえ立っています。このウェストミンスター地区からテムズ川を挟んで反対側、サウスバンク地区へと渡ると、近未来的なロンドン愛が目に飛び込んできます。高さ135メートルを誇るこの観覧車は、ロンドンの街並みを360度見渡せる最高の展望台です。特に夕暮れ時や夜景の時間帯は、息を飲むような美しさです。ウェストミンスター宮殿やセントポール大聖堂といった歴史的建造物が宝石のように光り輝く様子は、まさにロンドンにいることを実感させてくれる瞬間です。続いて、ロンドンのもう一つの歴史的な象徴、ロンドン塔とタワーブリッジへ向かいましょう。ロンドン塔は西暦1606年にウィリアム征服王によって建設された城塞で、王宮要塞、そして悪名高い監獄として約1000年にわたるイギリスの歴史を見つめてきました。中世の堅固な石造りの城壁、そしてかつて囚人を運び込んだとされる反逆者の門を前にすると、歴史の重みをひしひしと感じるでしょう。そして
何よりもここには、イギリス王室が所有する、まばゆいばかりのクラウンジュエルが展示されています。クラウンジュエルを見るには、開館直後の朝一番に訪れるのが鉄則です。午後は大変な混雑になるため、早起きして宝石の輝きを独占することをお勧めします。また、名物のビーフィーター4万坊ダーによる無料のガイドツアーも、歴史の裏話を知る上で、非常に面白い体験となるでしょう。ロンドン、塔のすぐ隣には、ロンドンを象徴するもう一つの建築物、タワーブリッジがそびえ立っています。しばしばロンドン橋と間違えられますが、この優美なネオゴシック様式の橋こそが、ビクトリア朝時代の土木技術の結晶なのです。タワーブリッジは、その名の通り船が通る際に中央部分が跳ね上がると別海橋です。事前に公式ウェブサイトで橋の開閉スケジュールをチェックしておけば、そのダイナミックな光景を無料で見物することができます。次に、ロンドンの知識と芸術の殿堂世界最高峰の美術館、博物館群を訪れましょう。まず大英博物館です。ここは世界中の歴史的遺産800万点以上を所蔵する人類の歴史そのものを学ぶことができる場所です。エジプトのミイラやロゼッタ、ストーン、パルテノン神殿の彫刻など見どころはつきません。すべてを見るには一生かかると言われるほど巨大なため、限られた時間の中で最大限に楽しむには事前に見たい展示を絞り込むことが重要です。大英博物館から少し足を伸ばせば、トラファルガー広場に面したナショナルギャラリーがあります。こちらは13世紀から20世紀初頭までの西洋絵画を系統立てて収蔵しており、ゴッホのひまわりやダ・ヴィンチの作品など、誰もが知る名画が、ここでもなんと無料で見られるのです。アート鑑賞のコツは、混雑しがちな週末や日中を避け、閉館時間が延長される金曜の夕方などを利用することです。静かな空間で巨匠たちの作品とじっくり向き合う時間は、何者にも代え難い体験となるでしょう。また、現代アートに興味がある方は、テムズ川沿いにあるテートモダンは必見です。元発電所の巨大な建物を再利用したこの美術館は、そのインダストリアルな空間自体が芸術作品のようです。テートモダンとセントポール大聖堂を結ぶのが、モダンな歩行者専用のミレニアムブリッジです。この橋の上から見るセントポール大聖堂の荘厳なドームとテムズ川の風景は、歴史と現代が交差するロンドンらしい景色と言えるでしょう。セントポール大聖堂は、ロンドン大火の後にクリストファー連教によって再建された傑作です。その巨大なドームは、遠くからでもロンドンのスカイラインを印象づけています。特に大聖堂内のささやきの回廊は、壁に沿ってささやいた声が反対側にいる人に聞こえるという音響学的にユニークな空間です。ドームの頂上にあるゴールデンギャラリーまで登りきれば、ロンドンの街並みを遮るもののないパノラマで楽しめますが、その道のりはかなりの体力が必要であることを覚悟してください。ロンドンの旅において文化的な側面をさらに深めたいなら、ウェストエンドの劇場街は外せません。ニューヨークのブロードウェイと並ぶ世界最高峰の劇場街であり、連日世界的なミュージカルや
演劇が上演されています。人気公演のチケットは早めの予約が必要ですが、当日券を割引価格で販売するブースをレスタースクエアで見つけることも可能です。ロンドンの夜を華やかなショーで彩ってみてはいかがでしょうか。また、演劇の歴史に触れるなら、サウスバンク地区にあるシェイクスピアズ・グローブ座を訪れてみてください。これは、シェイクスピアが活躍した当時のオープンエアの劇場を忠実に再現したもので、ガイド、ツアーが開催されています。ロンドンの旅は、王室抜きには語れません。バッキンガム宮殿は、イギリス王室の皇帝であり、その衛兵交代式は、ロンドンで最も有名なセレモニーです。衛兵交代式を見る際は、宮殿前のビクトリア記念碑周辺がベストポジションですが、良い場所を確保するためには、開始時刻の1時間以上前には到着しておく必要があります。衛兵交代式は、行進や軍楽隊の演奏を伴う約40分間の壮大なパフォーマンスです。王室の歴史と伝統を象徴するまさにロンドンならではの光景をしっかりと目に焼き付けてください。都会の喧騒から逃れて一息つきたいときは、ロイヤルパークへ足を運びましょう。ハイドパークやセントジェームズパークといった王立公園は、ロンドン市民の憩いの場です。特にハイドパークは、広大で湖でのボート、遊びや日用品に一般の人々が自由に意見を表明するスピーカーズコーナーなど、様々な光景が見られます。セントジェームズパークは、バッキンガム宮殿に近く池と橋が絵画のように美しい場所です。ロンドン流の休憩の仕方を体験するには、毛布や果物ビスケットなどを持参して、芝生の上でピクニックを楽しむのが一番です。旅行中に家族連れで訪れるなら、サウスケンジントン地区の美術館群がおすすめです。ビクトリア・アルバート博物館サイエンスミュージアム、そして自然史博物館の3つの巨大な博物館が隣接しており、しかもメインの展示はすべて無料です。特に自然史博物館では、巨大な恐竜の骨格標本が子どもたちに大人気です。これらの博物館は、雨の日でも一日中楽しむことができる文化的な宝庫なのです。おしゃれな街並みを楽しみたいなら、ノッティングヒルのポートベローロードマーケットへ。土曜日に開催されるアンティークマーケットは、特に有名で、パステルカラーの家々が並ぶ可愛らしい街並みの中で、掘り出し物を見つけることができます。アンティークだけでなくヴィンテージ、ファッションやストリートフードの屋台も多く一日中見て回っても飽きません。グルメ体験なら、ロンドンブリッジのすぐ近くにあるバラ、マーケットが外せません。ロンドン最古級の巨大な食品市場であり、新鮮な食材から世界各国のグルメ、アーティサナル職人技のなチーズやコーヒーまで、あらゆるものが手に入ります。バラマーケットは、テイクアウトグルメの天国です。さまざまな屋台の味を少しずつ試しながら、ロンドンの食文化の多様性を堪能することができます。特におすすめは、地元の食材を使った英国伝統のパイや最高のコーヒーを提供する店です。ショッピングを楽しみたい方は、オックスフォードストリートやリージェントストリートへ。セルフリッジなどの高級デパートから、手軽なハイストリートブランドまで、
あらゆる店が揃っています。特に、リージェントストリートは、高級ブランドの旗艦店が並び、その優雅なネオバロック建築とイルミネーションは、目を楽しませてくれます。一方より高級で豪華なショッピングを求めるなら、ハロスがアルナイツブリッジ地区が最適です。さて、ここからは、ロンドン旅行をより快適にするための実用的な情報をお伝えします。まず交通手段ですが、ロンドン市内は非常に効率的な公共交通網が発達しています。ヒースロー空港からのアクセスは、ヒースローエクスプレスが最も早いですが、費用がかさみます。費用対効果で選ぶならエリザベス線またはピカデリー線地下鉄を利用するのが良いでしょう。ロンドン市内の移動においては、オイスターカードかあるいは非接触型決済対応のクレジットカードを使用することが鉄則です。この2つの方法なら自動的に1日または1週間の運賃の上限キャップが適用され切符をその都度買うよりも圧倒的に安くなります。宿泊先を選ぶ際は自身の旅行スタイルに合わせてエリアを検討しましょう。初めての訪問でエンターテインメントやにぎわいを重視するなら、コベントガーデンや双方地区が便利ですが夜は騒がしくなります。静かで文化的な雰囲気を好むなら、ケンジントンやサウスケンジントン地区がおすすめです。ここは治安もよく3大無料博物館に近くハイドパークへのアクセスも抜群です。食事については、フィッシュ&チップスやサンデーローストといった伝統的な英国料理をぜひ試してみてください。特にサンデーローストは伝統的なパブで楽しむのが最も本格的です。また、ロンドンは世界でも有数の多文化都市であるため、インド料理やアジア料理のレベルも非常に高いです。ブリックレーンなどのエリアでは、本場のカレーをリーズナブルに楽しめます。安全面については、ロンドンは一般的に安全な都市ですが、人混みの多い観光地や地下鉄内では、スリに十分注意してください。特に、バッキンガム宮殿の衛兵交代式や、オックスフォードストリートといった場所では、貴重品を肌身離さず持ち歩くことが重要です。ロンドンは、その歴史の深さ文化の豊かさそして、人々の温かさで、訪れるすべての人に忘れがたい記憶を刻んでくれる場所です。王室の威厳偉大な芸術そして、何気ない日常の公園でのひととき。そのすべてが、この街の魅力なのです。最後に、重要なお知らせがあります。この動画は、旅行情報の提供及びエンターテインメントを目的として作成されておりに、1026-1、4時点での情報に基づいています。観光地の営業時間、料金、アクセス方法などは変更される可能性がありますので、実際に訪問される際は、最新情報を必ずご確認ください。また、この動画で使用されている画像の多くは、技術によって生成されたものであり、実際の風景や施設とは異なる場合があります。実際の訪問体験の参考として、ご覧いただき詳細は、公式サイトや現地での確認をお勧めします。安全で快適な旅行のため、現地の法律や文化マナーを尊重し、十分な準備をされることをお勧めします。この動画が皆さんの素敵な旅の計画にお役立ていただければ幸いです。